つもより少し大きいサイズ 15F サイズに作品を描く過程をお見せしようと思います。今日は静止画に近い状態になると思うんですけど、15号に描いていく過程をお見せしたいと思います。でこちらの作品、左は1ヶ月ほど前に YouTube にアップした 6F サイズですね。ひまわりとアーティチョーク。右の写真は2年ほど前にブログにアップした 15P サイズの作品です。この2つをもとに 15F の横構図を作ります。主役はひまわりですね。周りにアーティチョークを配置します。で入れ物は 15P サイズで使った木桶にします。じゃあね、下絵を描いていきます。今日の光は左上からということにしますので、木桶を右下に置いて、真ん中あたりに主役のひまわりっていうことでやってみますね。15F サイズのパネルにホワイトワトソンを水貼りして下書きをしました。光はね、左上からにしました。ちょっとね、この辺りピンボケになっちゃっててすいません。主役のひまわりをね、中心の付近に結構大きく描いてみました。ひまわり4つとアーティチョークが5つです。でこの後ね、マスキングをします。ひまわりの中心とアーティチョークですね。葉っぱの葉脈にマスキングをしました。はい、マスキング液ね、乾かしました。これのこうですね、光ってる感じを出そうと思ってここにもつけました。今回下塗りは普通に筆で塗る以外にスパッタリングとお水のスプレーで広範囲につけていこうと思います。はい、下塗りがね、乾きました。ほとんどはスパッタリングでつけています。ここの辺りにレモンイエロー、こっち側にガーボンジーですね。この紫っぽい色はセルリアンブルーとキナクリドンレッドです。葉っぱの色はバンタンバー、セルリアンブルー、サップグリーンで散らしておいて水をスプレーしました。ここの色ですけど、バンタンバー、コバルトブルー、あるいはプルシャンブルーで作っています。ここはね、普通に筆で絵の具を置いています。これでね、下塗りができたかなって思いますね。はい、だいぶね、色が入りました。花びらの中に入っているこの影の色、赤っぽいのはガーボンジーとクリムソン、緑っぽいのはレモンイエローとサップグリーンです。この真ん中の暗い部分はバンタアンバーで入れてみました。アーティチョークのこの部分はコバルトブルーとセルリアンブルー、時々キナクリドンレッドを入れています。葉っぱはこちらはね、セルリアンブルーを使いました。でこちらはコバルトブルーがメインですね。だからバンタンバーとサップグリーンは共通です。からここはね、プルッシャンブルーとバンタンバーです。こうやってあっちこっちね、少しずつ色を入れていきながら、進めていこうと思います。はい、じゃあ次に線描をしていきますね。ところどころ線を引くことによって形がはっきり見えてきますので、あまり厚塗りをしなくて済むっていう、メリットがあるわけです。じゃあちょっとやってみます。はい、花びらにね、だいぶ線描を入れてみました。この真ん中のこの本当の花の塊が少し小さい気がするんですね。花びらが妙に長い感じがします。ちょっとね、中を大きくしてみようと思います。ここの板のね、板目を作ることもちょっとやってみようかなと思います。はい、だいぶここ長くしました。ここも長くしました。からここに木目をつけました。だいぶね、形が整ってきたかなと思います。これアーティチョークの額がありますので、額を描きながら空間を埋めていこうと思います。はい、だいぶ色をつけました。アーティチョークのね、額ですよね。ここに額辺をつけました。空間が全く色がついていなかったところにも色を入れました。桶ですね、木桶、これにもだいぶ色を入れました。色がついてない部分はあまり残っていないと思います。一旦乾かしてマスキング液を取ってから細かい作業に入っていこうと思います。はい、マスキング液ね、全部取りました。でまずね、空間が色をざっとつけただけなので、深みがないわけですよね。色をスパッタリングで落とした後、水をスプレーして自然ににじんでいったのがそのまま定着したものです。
手で作ることはなかなか難しいので、水をスプレーすることによって自然にできたこういうにじみを利用して、ちょっとつまらない空間があるわけです。そういうところに深みをね加えていこうと思います。はい、スパッタリングで色を落としてスプレーで水を吹きかけました。でかなり複雑な感じになってきたと思います。萼や葉っぱですよね。上からね色をしっかりかけて残していた葉脈にも線を入れ、ただ単に塗っていたところにも線描を入れました。萼の部分にもねちょっと多めにね色を入れています。コバルトブルーでねこういうところをちょっとね暗くしてみました。でここはまだねマスキング液を取った後全く手入れをしていませんので、茶色っぽい色をしっかり投入していって厚みを持たせるっていうことをしないといけないかなと思います。ここがまだねちょっと弱いわけです。ここはかなり向こうへ退いてほしいとこなので暗くしないといけないかなと思います。それとここですね、もうちょっとリアルにね鉄製ですよっていうことが分かるように色を加えていこうと思います。はい、だいぶね加筆しました。こういうところもね葉っぱを1枚足しました。ここは2枚足しました。でかなりここ明るかったんですけど全体に暗くしましたね。ここもちょっと暗くしました。この鉄ですよね、これも鉄の輪っかとこの取っ手ラインをきちんとして鉄の感じを出しました。それと葉っぱとか萼に線描をたくさん入れてそれなりの密度を確保しました。アーティチョークの額もだいぶ増やしました。これでできたような気がしますが、花びらですね、ひまわりの少し色を重ねるっていうこととおしべのしべです。アーティチョークのしべもねちょっと足りないのでもうちょっと入れてみようかなと思います。じゃあちょっとやってみます。はい、細かいタッチで線描をしてみました。右上のねひまわりの花びらと左端のひまわりの花びらが前に出てこないわけですね。それぞれの後ろに大きめの葉っぱを描いて花びらがしっかり見えるようにしたいと思います。それから、主人公の花の花びらの色がちょっとバラバラした感じがします。全体的に大きく影を入れてバラバラな感じを解消しようかなと思いますね。それで多分ねほとんど完成になるかなと思いますね。両端に大きめの葉っぱを描き足しました。それと全体に暗いところをより暗くしてみました。このくらいの大きさなのであんまりあっさり描いちゃうとちょっと物足りない感じがすると思うんですが、しっかり筆跡を残しましたので、結構充実した感じができたんじゃないかと思います。あとねこれでサインを入れておきますね。はい、サインをね入れておきました。これで完成です。